にちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は夏の飾りにぴったりな大きめのひまわりを作ります。まず花びらを作ります。黄色の色画用紙を準備します。この色画用紙を半分に折ります。半分に折りましたら、こちらの折り面の方ですね、折り山の方をだいたい5センチずつに印をつけていきます。だいたいで結構です。印をつけたところからまっすぐ紙を切っていきます。折り曲げたまま切っていきます。印のところからまっすぐ切って、少しね、曲がっていったりとか、細くなっちゃったり、広がっちゃったりとか、歪んだりしても構いません。12本切れましたら、花びらの形に切っていきます。こちらの折り曲げた方、この中心からハサミを入れて、角を丸く切り落とすような感じで切っていきます。こちらが花びらの先になります。で、切れましたら、反対側も切りたいので、裏に返して、で、同じところからハサミを入れて、角を切り落とすように丸く切っていきます。これを繰り返していきます。真ん中のあたりから入れて、ハサミを入れて丸く切り落とす。で、この形がですね、ものすごく丸くなったりとか、少し尖ったりとか、あと左右がバラバラの形になったりしても構いません。で、こんな感じで切り落としていくと、先の方もですね、きっちりハサミを入れて切り落としますと、こんな感じで2枚花びらができます。ここをハサミを入れて、両側切り落として、こんな感じですね。これを12枚すべて切っていきます。12枚を花びらの形に切りましたので、2枚できて全部で24枚の花びらができました。で、これを、この花びらのこの形にしたいので、根元に糊をつけて貼っていきます。この花びらの根元の方に糊をつけます。私は木工用ボンドを使いますが、水糊でもスティック糊でも構わないです。で、下のあたりからちょうどこのあたりぐらいまで糊を塗って、で、この根元のところですね、少し斜めになるように三つ折りにしていきます。こんな感じですね。で、ここはですね、パキッと折らずに、そーっとカーブを描くように折り曲げます。で、このまま広がってしまうといけないので、洗濯バサミのようなもので挟んでおきます。これを24枚すべて同じようにしていきます。糊を塗って、で、だいたい三つ折り、少し斜めにして、こんな感じですね。で、洗濯バサミのようなもので固定させておきます。花びらを貼っていく丸い紙を作ります。私はこれ14センチぐらいの、ここが14センチぐらいの皿を用意いたしました。多少大きくても小さくてもいいかと思います。お皿を型にして丸を描きます。これに合わせて丸を切っていきます。1枚切ります。丸が切れましたら花びらを貼っていきます。まず1枚取り出しましたら、
この花びらの裏の根元のあたりにですね、糊を塗って、まず1枚貼ります。この縁の上の方に、このくらいですかね、少し重なるようにして貼ります。で、今度こちら反対側に貼っていきます。同じく糊を塗っていって、反対側に貼ります。で、上と下貼れましたら、今度はこの全体の3分の1ぐらいのところに2枚貼っていきます。だいたい3分の1ぐらいの位置で結構です。で、同じくこちら側にも貼っていきます。6枚貼りました。6枚貼りましたら、今度この間にですね、1枚ずつ貼って、さらに6枚貼っていきます。6枚と、その間に6枚で全て12枚貼れました。さらにですね、この間に貼っていって、12枚さらに貼っていきます。で、同じように、この後ろのところにですね、糊を塗っていって、今度は、ここよりもですね、ちょっと内側になるように、位置を少しね、ずらして、こんな感じで貼っていきます。ここよりも少し内側ですね。で、花びらの間になるように、順番に貼っていきます。これで全て24枚花びらが貼れました。模様折り紙を使った中心を紹介いたします。模様折り紙と色画用紙を準備します。色画用紙に先ほどと同じようにお皿の丸さを利用して型を取ります。これを1枚切ります。紙が切れましたら、全体的にざっと糊を塗って、で、模様折り紙を貼ります。で、この余ったところをですね、切り落とします。お花の中心を貼るときに少し高さを出したいので、高さを出すための台を作ります。2センチ、6センチに印を打った6センチの幅の紙をこの印の通りに折っていきます。で折り曲げましたら、この両側の2センチの幅の帯状のところを重ねるように貼り合わせて、四角い箱のようなものを作ります。四角い箱のような台ができましたら、片面に全体的に糊を塗って、で、先ほどの中心の模様色紙の裏にペタンと貼ります。模様折り紙の裏に貼りましたら、こちらの面にも糊を全体的に塗ります。こちらはちょっと多めに
塗ります。で、糊が塗れましたら、花びらの中心に貼っていきます。このあたりからね、手をちょっと入れてキュッと押さえるように貼ると出来上がりです。ひらひら立体の中心を紹介いたします。お花の中心にする色画用紙を選んで、14センチぐらいのお皿の丸い形を利用して、印をつけて3枚切り取ります。丸を半分に折ります。さらに半分に折ります。4分の1の扇の形に折れました。そうしましたら、この角を切り落としていきます。このあたりからそーっとハサミを入れていって、大きくカーブを描くように角を切り落とします。反対側も同じように切っていきます。広げるとこんな形になります。これを3枚とも同じように折って切っていきます。3枚同じように切れました。そのうちの1枚どれでも結構です。少しさらに切り込みを深く入れます。こんな感じですかね。ここのつながっているところを少し少なめにいたしました。これだけちょっとね、わかるようにしておいてください。カールをします。お箸のような丸い棒をご準備いただき、1枚取り出して、この花びらのようなところの両側をカールしていきます。棒を当てて少し斜めにしていただいて、この棒の丸さに合わせて巻くような感じで紙をそーっと沿わせていきます。こんな感じでカールされました。で、同じように反対側もカールしていきます。こんな感じですね。で、4枚とも同じようにカールしていきます。3枚カールできましたら貼り合わせていきます。少し深めに切り込み入れたものを最後に貼っていきます。で、そのうちの、あと2つのうちのどちらでも構いませんので、1つ持ってきます。で、もう片方を貼っていきます。で、こちらの貼っていこうと思っている花の花びらを少しこんな感じでですね、起き上がらせるように折り曲げていきます。軽くで結構です。で、軽く根元から折り曲げましたら、ここにですね、四角い感じで折り曲げた線が残っているかと思いますので、この四角いところに糊を塗っていきます。で、ここに糊を塗り広げましたら、最初に持ってきたところの上に貼っていきます。で、この花びらと花びらが上から見えるように、この間のところに上の花びらが来るように重ねていきます。こんな感じですね。この花びらと花びらの間に下の花びらが見えています。で、さらに
もう一枚貼っていきます。これもですね、こう折り曲げていって、そうすると、この四角いところが残ります。こちらが上になります。膨らんだ方ですね。カールが膨らんだ方が上になります。で、こちらが後ろになります。ここに同じように糊を塗り広げて、で、やはりこの花びらと花びらが見えた方がいいので、間になるように持ってきて中心をキュッと押さえてくっつけます。真ん中が出来上がりました。この裏のこのあたりに糊を塗って、で、先ほど作った花びらのところにキュッとつけると、ひまわりができます。お好きな色の色画用紙や、いろいろな模様の折り紙を使って、可愛くアレンジして楽しんでみてください。